もこんにちは。いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回成し遂げていくガンプラはこちら。ねねねね、ネオジオオング。でかすぎんだろ。今回はこの、HG ネオジオングの方作っていくよ。上にちょこんと乗っているのが HG スタークジェガン。箱絵は表、横、裏それぞれしっかり描かれており、バンシーがボコられるまであと100秒みたいな感じ。上面もオシャンティー、また取っ手があるので持ち運びに便利。これをバッグとして通勤すれば、上司に存在感アピールできますよ。どうですか？また、縦にすることで机より高くなり、机として使用することもできたりできなかったりする。どうですか？ネオジオング欲しくなってきたでしょう。見せてもらおうか。総意の器の物量。オープンザネオジオング。でかすぎんだろ。それはガンプラというにはあまりにも大きすぎた。大きく、分厚く、重く、そして大雑把すぎた。それはまさに撤回だった。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ロバーランジャー。このプレッシャー。ネオジオングの中からもう一個ネオジオングの箱出てきた。的用紙かな？大型キット恒例の袋開け作業。いい運動になりますわ。並べてみた。圧巻ですね。ランナー数やパーツ数はそこまでですが、とにかく規格外にでかいんじゃ。奥にいるスタークジェガンと比較するとよくわかるでかさ。パーツの他にシールとネオジオンのデカール、金属の何かがついてたよ。はい、組んでいきましょう。まずは組みながらゲート処理。このネオジオング大変そうなので、素組みで終わるか全塗装するか悩んだんですが、パーツが大きくパーツ数もそこまで大変じゃないと予想して全塗装に踏み切っていくよ。この時素組みにしておけばよかった。パーツが大きすぎるのでやりづらいですが目に見えて進む工程、ホワイトグリントのように組んでも進まない感じとは対照的。ただやはり並べるスペースありきですね。パーツ並べるスペースないとめっちゃ作業効率悪くなりそう。このランナー取り効率悪いな。何かいいアイディアはないものか。これだ、文明の力、棒。関係ないんですけどネオジオングの箱持つ時に変な体勢で持ち上げて思ったより重かったせいで、生まれて初めてぎっくり腰なりました。測ったなフルフロンタル。これが文明の力の力。フレームも大きいですが外部走行も負けじと大きいですね。こちら肩部分ですね。クソデカパーツはアルファベットランナー分けされてませんがパッと見でわかるので安心。まだ上半身だけですがこの時点で結構重い。ぎっくり腰セカンドインパクトには注意ですぞ。明らかに出来上がっていくのがわかるので、普通感も少ないですね。これはガンプラ初心者におすすめのキットなのではお嘘。これまた大きなプロペラントタンクこれは合わせ目消しが大変そうです。作成していくうちに机がオーバーフローしそうになってきました。謎の金属ネジはどこで使うのかなと思ったら台座用でした。金属じゃないと折れるんでしょうね。恐ろしいガンプラじゃ。台座はこんな感じです。結構しっかりしてますがこれでも不安。ネオングはマジで重い。ネオジオング組み立てで唯一白目向きそうだったのがこれ、腕。そう、ネオジオングは腕が6本あるので同じ工程を6回踏まないといけないんですね。腕が6本あるということはそう、指は30本あるよ。ゲート処理半端ねえ。とはいえこちらもゲート処理なしならそんなにヘビーな作業量ではないですね。ネオジオング大変そうと敬遠しているそなた。やってみる価値はありますぜ。いよいよ出来上がって参りました。でかすぎて後ろの撮影背景に収まっていないのは気にしてはいけない。ネオジオングの本体部分出来上がりです。さらにここから、ネオジオングに同梱の指南樹作っていくよ。HG とハイエ10ランナー、前回作ったフラッグカスタムはランナー数3、スローネドライはランナー数7、ちょうど2機を足したぐらいのパーツ量といったところでしょうか。そう考えるとかなり作り込まれたガンプラのようですね。特に下半身の造形が素晴らしいですね。しかしネオジオングにパイルダーオンするとこの下半身見えなくなるのである。そんなこんなであっという間に、出来上がり、めっちゃいいな。指南樹ってすごくシンプルなイメージありましたが、作ってみるとなかなかの情報量。ネオジオンのエンブレム塗装しないといけない箇所多すぎでは、腕が鳴ります。忘れてました。ネオジオングといえばこれ。
サイコシェード。こちら別売りのネオジオング拡張ユニットとなっておりますね。内容品はこんな感じ。そんなに大きくないかなと思いましたがところがどっこい。繋げるととんでもない大きさになりますね。ちなみにこちらのパーツ ABS 製のものもあるので塗装の際は注意が必要。とても大きいです。フラフープにして健康器具としても扱えるんじゃないでしょうか。デストローイ。凄まじいボリューム感。足のパーツ組み立て間違えてタンクが前向いてますが本来は後ろ向き。ネオジオングとシナンジュの色合いが全然違いますね。こちら原作再確認したところ、ネオジオングとシナンジュのカラーはほぼ同じだったので塗装で合わせていこうと思います。塗装前の下準備していくよ。速乾性接着剤を使い、合わせ目消し。ほんの少し隙間を空けて流し込んで押さえつけるって感じですね。いつもの白接着剤とはちょっと違った感じ。乾燥させてヤスリがけ。ヤスる量がえげつない。面積が広すぎる。筋彫りしていきましょう。このネオジオング意外と走行面の情報量が少ないので、筋彫りしてやればやるほど良い感じに仕上がるんじゃないでしょうか知らんけど。腕に4箇所、6本あるのでこれだけで24箇所の筋彫り。加えてフロントアーマーにも筋彫り。これやってて思ったんですけど、キリがないですね。特に肩や背中のクソデカ走行にこれやってたら一生終わらない気がする。ということで筋彫りはここで撤退しようと思います。各塗装色ごとに大体でばらしました。洗浄していくよ。いつも通り超音波洗浄機パイセンで洗っていきます。でかすぎて洗えない。まあ知ってたって感じですね。お風呂用ブラシでゴシゴシゴシ。洗浄結構大変でした。昔厨房のバイトで皿洗いしてたの思い出したぐらいには大変。はい、山全乾燥機ではキャパオーバーするので、ネオジオングマトヨーシカの箱を下敷きに干しました。ようやくの塗装です。一気に作業を進めていくぜ。まずは下地塗装。面積広すぎてめっちゃ時間かかるなこれ。修羅の道じゃないのは組み立てだけでしたね。筋彫り、塗装、合わせ目消し、全部面積に比例して辛くなる。いつもならそこまで気にしない塗料濃度も一番乗りやすいであろうように希釈。少しの濃さ薄さで作業効率めっちゃ変わるんですねなかなか美しい仕上がり。シナンジュの細かいパーツももちろん塗装。はい、全部のパーツを下地塗装は死んでしまうのでやめました。しかしこれだけでも4時間以上かかったんごねー。すぐ身にしておけばよか赤の塗装なんですが、キャンディー塗装してもよかったんですが昨今塗料の通販が滞り気味で、手に入らない塗料とかもあるんですよね。なのでもう手持ちの赤でいっちゃいます。途中でなくなって朝食し直すと色が変わるのでペットボトルに大量生産。大量生産してよかった。本当に大量の塗料が必要でした。パーツがでかいためムラができますね。昔大型車とか塗装したことありますが思い出しますな。一度塗りではこんな感じでムラムラしますが、二度塗りすることでかなり綺麗に仕上がりました。大量に作った赤塗料でもかなりギリギリでした。多めに作っといてよかった感。ドカ置きでの塗装なんて初めてです。フレームはジャーマングレーとシルバーを調色したもの。さらにブースター部分には今回こちらのメッキシルバーネクスト使ってみるよ。中身はすげーシャバシャバとなっており、希釈なしでそのまま使えました。こちら力尽きてサーフェイサー吹いておりませんが、それでもこの仕上がり、サフ拭きしとけばまだ綺麗になるんじゃないでしょうか。朝チューン迎えました。昼の12時からぶっ通しで塗装を行い朝の6時になりました。18時間連続労働すればネオジオングも1日で塗装できることが分かりましたね。エナメル塗料のゴールドリーフを使いエングレービング塗装。エングレービング塗装というと難しそうに聞こえますが、要はラッカーの上からエナメルで塗るだけ。墨入れの時と同じでエナメルはラッカーを侵食せずに拭き取れるんすねがっつりエングレービング塗装しました。シナンジュさん装飾多すぎ問題ですね。しかしかっこいい。ブラックで墨入れして、デカール貼り、デカールは別売りのマスターグレードシナンジュ用のものを使用。若干疲れてきたのでデカールはもう申し訳なさ程度しか貼らないよ。スーパースムースクリアで艶消しすれば、完成です。
成し遂げたぜ。棚には余裕で入らないのでとりあえずここに飾ろうと思います。今回だけでなくなった塗料がこれら、減ってるのもありましたがそれにしてもである。そいてこの防毒マスクのガーゼ、今回だけでとんでもなく汚れました。防毒マスクなかったら血んでましたね。すぐには案外いけるけど塗装がシュラすぎるネオジオングでした。それでは今回はこの辺で